はい、皆さん、こんにちは。今回の動画では、投資やトレード経験のある方なら一度は陥ったことであるであろう、コツコツドカンについて、どうやったら解決できるのかの道筋を示してみたいと思います。特にビギナーの方には、このコツコツドカンに悩んでいる方も多いのではないかと思います。コツコツドカンというのは、うまくいかない原因ではなく、現象に過ぎません。ですので、それが起きている原因を掘り下げていかないと解決しないんですね。逆に原因さえ分かってしまえば、そこに対して解決策を打てばいいので解決可能です。原因については人によって様々ですし、一概にこうと僕の方から言うことはできません。ですので、今回は問題解決の手法をお伝えすることで、皆さん一人一人が抱えているであろう原因について考えるお手伝いができればなというふうに思っています。このチャンネルでは、相場のなぜがわかるをコンセプトに、チャート読解力向上に役立つコンテンツを配信しています。株や為替、商品、暗号資産、どの金融商品でも使えるスキルを身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。まずは問題解決の方法論から説明していきます。こちらの図を見てください。一本の木が見えます。これはですね、問題とその問題があることにより生じる現象と問題が発生する原因を表した図になっています。枝葉のところが現象、幹にあるのが問題、そして根っこの部分が原因です。何らかの原因が問題を引き起こし、その結果として様々な現象、事象が現れるというふうに見ていただければというふうに思います。例えばこんな感じです。地球温暖化という現象をちょっと取り上げてみたいと思うんですけども、仮に問題を温室効果ガスと呼ばれている CO2 の排出量が吸収量を上回っていることといったように定義してみたいと思います。ではその場合に CO2 の排出量が増えている原因と吸収量が少ない原因はそれぞれ何だろうかということを考えてみるといったような具合です。あまり難しく考える必要はなくてですね、大切なのはその地球温暖化って現象なんだろうか、問題なんだろうか、原因なんだろうかっていうふうに頭を悩ますことではなくて、解決したい物事を根っこの方に向かって原因を掘り下げていくという姿勢です。この方法をコツコツドカンに当てはめてみるとこうなります。コツコツドカンを利益が小さく、かつ損失が大きいという要素に分解しました。利益が小さくても損失がそれ以下であれば資金は増えるわけですから、この2つが同時に起きるのが問題なわけですよね。ですので問題を利益が小さく、かつ損失が大きいと定義し、根っこにある原因を考えていくことにしたいと思います。さて、コツコツは利益幅が小さいこと、ドカンとは損失幅が大きいことですよね。ではなぜこれらが起きるのか、こちらのツリーを使って考えてみたいと思います。上側がコツコツ、下側がドカンです。まずコツコツ側について考えてみます。まずコツコツの方ですが、なぜ利益幅が小さいのか、原因と考えられる要素に分解します。例えばすぐに利確してしまうであったりとか、そもそも伸びにくいところで取引しているっていう要素が考えられますよね。で、これらをさらにブレイクダウンしてみます。すぐに利確してしまうっていう点に関しては、どこまで狙うかの目標だったり、狙いがないっていうことが考えられます。で、これをさらに掘り下げてみると、そもそも相場の動きの特徴を理解していないという仮説も考えられます。で、相場に100%はありませんが、こうなった時はこうなりやすいっていう特徴も存在します。相場理論の中には、トレンドとは何かを定義したダウ理論や、N 値、E 値といったよく出やすい値幅を研究した波動理論もあり、値動きの特徴を理解するという意味では、まずはこうした理論を研究してみるというのも対策の一つになり得ますよね。でもちろん狙う値幅を考えずに取引しているという場合は、しっかりと事前にプランを立てて、それを守ることであったり、トレードのシナリオを立てる練習をするということが対策にもなり得ます。そもそも伸びにくいところで取引しているという点も利益幅を小さくする要因でしょう。例えばレンジ相場の真ん中付近というのは、上にはレジスタンスが、下にはサポートが控えているので、上下に揺さぶられやすく、利益を伸ばしていくのが難しい相場環境です。伸びやすいところはどこで、どういうところが伸びにくいのか、レンジになりやすい場所はどういうところなのか、環境認識を練習するといった対策が考えられます。次に土管側について考えてみます。損失幅が大きいことのよくある原因の一つに、損切りできない問題があります。損切りできない問題には、そもそも損切り水準を設けない。これはプランがないという意味ですね。であったりとか、事前に決めたストップロスを無視する、もしくはそっとずらしてしまうなどの亜種が存在しますが、
根本には、そもそもなぜそこでポジションを持とうと思ったのかというエントリーの根拠が曖昧という原因が考えられます。こちらの図を使ってですね、上昇トレンドにおけるトレンドフォローの取引例を考えてみたいと思います。例えば、青の矢印のところでエントリーしたとします。トレンドが継続して A という地点まで上値を伸ばしていくことを想定したんですが、途中でこの赤のびっくりマークで示したところのように安値を割ってきたとします。今までの上昇の流れが崩れたということで、下降トレンド転換する可能性もあり、安値を割った時点や少し戻した時点で手仕舞いをしなければいけない場面ですが、こうした事実を無視して上昇すると期待し続けてしまう。場合によっては難品をし続けてしまう。で、気づいたら下降トレンドに転換していて大きく下げていた。結果として含み依存が拡大して、場合によっては強制ロスカットというのが典型的なドッカンかと思います。こちらはあくまで一つの例にしか過ぎませんが、エントリーの根拠が曖昧という点に話を戻すと、突き詰めていくと先ほどお伝えした相場の動きの特徴を理解していないという別の原因にある可能性もあります。では、損切りできない問題の別の原因は何でしょうか。考えられるのは、投資やトレードで資金が増える仕組みを理解していないという点です。相場は確率のゲームとも言われます。一定の勝率とリスクリワードを確保することで利益が残っていくということを理解していれば、損切りしないことがいかに怖いことかわかるはずです。もしこれが原因ということであれば、資金管理について学ぶ、考え直すというのが対策になるでしょう。左の表は勝率とリスクリワードのバランスにより利益が残ることを説明したものです。仮に毎回のトレードの損失額を1万円とします。リスクリワードは1対3のトレードが実現できたと仮定します。トレードを5回行って結果がこのようになったとします。勝った場合はリスクリワード3なので利益が3万円。負けた場合は必ず1万円の損失できるのでマイナス1万円です。すると勝率が 40% と半分を切りますが、利益が3万円残ることになります。右の図に示したように、リスクリワードも高く、勝率も高いというのは理想ですが、理想ばかり追い求めて結果がついてこないのでは意味がありません。勝率は低いけれども、1回の勝ちトレードのリスクリワードが非常に高い高リスクリワード型、もしくは勝率は高いけれども、毎回のトレードのリスクリワードは低いという高勝率型のいずれかが現実路線なのではないかなと思います。自分はどういうスタイルを目指すのかっていうところもしっかり固める必要があります。負けを取り返すためにロットを2倍3倍掛けしたら負けで損失が大きくなったという感情トレードにも背景には資金が増える仕組みを理解していないという原因があるかもしれません。今回示したツリーというのはあくまで一例に過ぎません。人によって原因は異なるので、もしコツコツドカンに悩んでいるという人がいれば、今回紹介したツリーを参考になぜと掘り下げて原因を考えてみると何かが見えてくるかもしれません。なぜのところは5回ぐらい繰り返すと本当の原因が見えてきやすくなるのでおすすめです。それでは今回の動画のまとめです。コツコツドカンはなぜそうなってしまっているのかの根本原因を探ることが重要という話をしました。原因分析には今回紹介したようなツリーを使って分解することが有効です。その際、なぜは5回繰り返してみると本当の理由が見えてきやすくなるのでおすすめです。原因が特定できたら対策を実施しましょう。それでは今回の動画は以上で終了です。参考になったという方はぜひ高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。